日本のスポーツ文化と伝統的なスポーツについてお話しします。日本には古くから続く伝統的なスポーツから現代の人気スポーツまで様々なスポーツがあります。今回はその歴史や文化的背景、そして日本ならではのスポーツについて掘り下げていこうと思います。まずは日本のスポーツ文化の歴史を簡単に振り返ってみましょう。日本におけるスポーツの歴史は古代から始まりました。特に弓道や相撲などは古代日本の武道として重要な役割を果たしてきました。相撲は神事として始まり、現在のようなスポーツイベントとして発展しました。近代スポーツの導入は明治時代の西洋文化の影響を受けてからです。野球やサッカーが日本に伝わり、次第に国民的なスポーツとなっていきました。戦後、日本のスポーツは大きな発展を遂げ、オリンピックでの活躍やプロスポーツリーグの発展につながっていきます。次に、日本の伝統的なスポーツである相撲についてお話ししましょう。相撲は日本の国技として知られ、古代から続いているスポーツです。相撲は単なるスポーツではなく、神事としての役割も果たしています。相撲の土俵は神聖な場所とされ、試合前には神様に対する儀式が行われます。相撲のルールはシンプルですが、非常に奥深いものがあります。選手たちは体重差や技術、そして精神力を駆使して戦います。特に四股や塩巻きなどの儀式が相撲の魅力の一部となっており、日本人にとっては大切な文化遺産ですね。現代でも相撲は日本中で人気があり、大相撲は年に数回開催され、多くのファンに親しまれています。最近では相撲を題材にしたネットフリックスのオリジナルドラマ、サンクチュアリが配信され、とても話題になりましたね。ドラマには少し過激なシーンもありますが、今まで相撲に関心がなかった人でも興味関心を持つきっかけになったのではないでしょうか。続いて剣道と柔道についても触れてみましょう。剣道は刀を使った武道で、日本の武士文化に深く根ざしています。現在ではスポーツとしても行われており、竹刀を使って対戦することが一般的です。剣道の特徴的な点は礼儀と精神性です。試合の前後に行う礼の作法が剣道の美しさの一部とされていますね。一方、柔道は相手を投げたり寝技を使って制圧したりするスポーツです。柔道はオリンピック競技にもなっており、世界中で非常に人気があります。柔道の特徴は相手を無力化することにありますが、その際にも心の持ちようが大切だとされています。どちらのスポーツも技術や体力だけでなく、精神力や礼儀を重視し、心身の成長を促すと言われていますね。次に弓道と空手についてお話しします。弓道は弓を使った日本の武道で、精神的な集中力が最も重要な要素です。弓道では矢を射るという行為がただの射撃ではなく、心の修練とされています。弓道を通じて自己との向き合い方や心の平静を学べるそうです。空手も日本発祥の武道の一つですね。空手は打撃技を中心とした格闘技で、体の力だけでなく心の強さも求められます。空手の道場では武道の精神を学びながら体を鍛えることができます。どちらも日本の伝統的な武道として現代でも多くの人々に親しまれています。ではここでスポーツに関連した日本語の表現を紹介します。一つ目は勝負がつくです。これは競技の結果が決まることを意味します。試合が終わった時に勝負がついたと言います。二つ目はファインプレーです。これは野球やサッカーなどで使われる言葉で、素晴らしいプレーを意味します。選手が素晴らしいプレーをした時に、わあすごいファインプレーですね、などと言います。
3つ目は集中力です。これは試合中に必要不可欠な精神的な強さを指します。長時間続く試合や緊張感のある場面で求められる力ですね。4つ目はノックアウトです。これはボクシングなどで相手を倒して試合が終了することを指します。ノックアウト勝ちとは相手を立ち上がれないほど強いパンチで試合を決めたことです。5つ目は根性です。これは困難な状況でも諦めずに努力し続ける精神力のことです。根性を見せるといった場合は精神的な強さを発揮して頑張ることを意味します。現代の日本でもスポーツは非常に重要な文化の一部ですね。例えば野球やサッカー、バスケットボールなど様々なスポーツが人気です。日本では中学校、高校に入ると部活動に参加する学生もいます。運動部ではこれらのスポーツがとても人気ですね。毎年開催される高校生の全国大会はとても注目を集めていて、大人も夢中になって試合を見ています。日本のスポーツは伝統的なものから現代の競技まで多様性に富んでいますね。スポーツは日本の文化を理解するための重要な手段でもあります。例えば相撲や剣道、柔道などでは礼儀作法や精神性が重視されます。これらの武道を通じて自己規律や他者への尊重を学ぶことができます。日本のスポーツ文化には勝利を目指すだけでなく、試合後の感謝の気持ちや謙虚さを忘れないことが大切だとされる点が特徴的ですね。日本のスポーツ文化は伝統的な武道から現代のスポーツまで様々な側面を持っているんですね。今回は日本のスポーツ文化と伝統的なスポーツについてお話ししました。皆さんの国には伝統的なスポーツがありますか？それはどんなスポーツですか？また皆さんはよくスポーツをしますか？どんなスポーツが好きですか？ぜひコメントやメッセージで教えてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。